前回慶応大学にレンタル自転車を返却してそこから南下しています。目的地の彼岸花群生地に行く前にお寺を発見したので行ってみます。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。ここの川沿いはアジサイ群になっていますね。上流に行くと彼岸花群生地です。ちらほらと彼岸花も見えます。お彼岸の時期だから墓参り客が多いですね。着きました。宝泉寺です。いつまでも星を眺めてとお墓に刻んでいる。将棋の王将型の墓はちょっとないな。なんか新旧期をてらったお墓と混在しているね。忘れ物のリュックの宙吊り。木造の地蔵は珍しいね。閻魔堂か。
う彼岸花が枯れている。ここの開花は早かったようだ。ワイルドな象だな。足を投げ出してる。造形のバランス崩れているけど。宝泉寺は1519年に創建。500年前ですね。なお関東大震災で当時のすべての建物が倒壊しています。昔は相当大きな寺だったそうです。青く光っている。大仏があるぞ。この石碑の元号は文政かな。1800年代前半です。
交通整理用の警備員までいるよ。お墓参りで混み合うのだろうね。さて、この川を遡りますよ。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。